こんにちは、斉藤直樹です。今日はリスナーさんの質問にお答えしていきます。30代、我が猫さんの質問です。こんにちは。いつも楽しく動画拝見させていただいております。我が猫と申します。私は10年以上アニメーターで働いているのですが、絵が下手です。私の絵には絵に立体感がないし、そもそも上手な方の絵からも立体を感じることができません。この線はこういった立体だからあるんだという視点が育っていないように思います。コツコツと上手い人の絵を模写して発見していくうちに見えていくものなのでしょうか。社内の人に教わってデッサン教室に通って毎日絵を個人的に描いて、それでも上手くなれない自分を申し訳なく思っています。近道がないのは分かっていますが、今まで教えてくださった方のためにも早く上手くなりたいです。取り留めのない文章となってしまってすいません。ご助言いただければ幸いです。とのことです。はい、我が猫さん、質問ありがとうございます。まずね、先にお伝えしておくんですが、我が猫さんはね、自分のことを下手と言っていますが、仕事にする上ではね、上手さだけが全てではないので、もしね、我が猫さんが安定して今の状態でも仕事できている場合、そんな時にはね、そうへこまずに、今のまま続けていっても良いと思います。僕がこれから伝えるアドバイスは、あくまでね、そうじゃない場合には参考にしてみてください。はい。なるほどです。正確なところは絵を実際に見てみないとわかんないんですが、これについては僕もですね、同じように苦い経験をしたことがあるので、ある程度的を置いた回答ができるんじゃないかと思います。一応ね、この方がもしかしたら謙虚すぎて、10年間アニメーターを続けてきて実力もしっかりしてるんだけど、周りの人がすごすぎて自己肯定感が低いだけっていうパターンもあり得るかなって思ったんですよ。というか、絵描きってそういうパターンが結構多くてですね、できる人であればあるほど一流の人の凄さって見えてしまうものなので、そんな人たちと自分を比べてしまって、なんで私はできない人間なんだって落ち込んじゃう人山ほど見てきているんですよ。ただね、我が猫さんは文面から察するにそういう状況じゃないんだと思います。なぜかっていうと、社内の人のアドバイスでデッサン教室に通っているというところですね。ここからあんまり的確に自分の状況、課題っていうのが分かっていない段階にあるんだろうなと感じたからです。僕がね、こういう段階の方に言いたいことは一つです。一旦プロやめましょう。はい。やめた方がいいと思います。ひどい直樹、頑張ってる人に向かって、それはあんまりにもひどすぎるんじゃないのって思うかもしれませんが、いや、落ち着いて聞いてください。これにはね、ちゃんとした理由があるんです。順番に解説していきますね。一旦プロをやめるべき。まず僕はこの方をはじめ、プロになったはいいけど長年続けても手応えが感じられなかったり、この方はね、わかりませんが、自分が周りの人の足を引っ張ってしまっているなと凹むようなことが多い場合、それと自分の実力のなさに不甲斐なさが募ってしまってやる気がね、失せてしまうような場合には、これ少々厳しい意見かもしれませんが、思い切って一旦プロをやめた方がいいと思っています。なぜかというと、この場所はあなたには早すぎるからです。絵ってですね、別にプロになるのに試験だったり免許があるわけではないので、プロにね、なろうと思ったらなれちゃうものなんですね。特に人手不足の現場だったり、例えばアニメーターがまさにそうかもしれませんが、ちょっとこの人実力足りないなって判断されたとしても、短期間でアニメーター養成しますみたいな触れ込みで、とりあえず人をかき集めてそのまま現場に放り込んじゃうみたいな感じのところが実際あったりするらしいんですよ。で、プロになって実際に仕事してみて、最初はですね、俺プロになったんだ、よーし頑張るぞってやる気に燃えていたとしても、だからといってね、肩書きだけで実力のなさが短期間に埋まるわけじゃないので、ものすごい量の修正だったりダメ出しを上から受け続けるわけですよ。ここもダメ、ここもダメ、全部ダメ、もうやり直しって僕が聞いた中で一番面白かった、面白いって言っちゃいけませんね、ひどかったダメ出しはですね、何食ってたらこんな色塗れるんですか、汚すぎますっていうフィードバックでしたね。一生懸命書いたのにそんなフィードバック受けてしまったら、僕だったら泣いちゃいます。多分ね、我が猫さんはそれに近い状況で、ずっと耐えて頑張って続けてこられたんじゃないかなと僕は想像するわけですよ。違ったらごめんなさいね。頑張って続けることももちろん僕は必要だと思うんですが、僕から見るとその状況は無理に頑張ってもあんまり意味がないように思うんです。というのは、ご本人もおっしゃっていますが、続けていてもまるで上達が感じられないっていう部分が問題です。上達がないっていうのは言い換えれば、まるで
経験値を得られてないっていうことです。これね、RPG に例えるなら、レベルが足りてないのに、そのレベルのままラスボスに突っ込んでいって、延々と死に続けているような状態。階段に例えるなら、一気に5段飛ばしぐらいで登ろうとして、次の段に登れずに、永遠にすっ転び続けている状態と言えると思います。これじゃあね、全然成功体験が得られないと思うので、それって楽しいでしょうか？稀にね、その状態を楽しめる人もいるので、そういう人は、そういう苦しい状況にあっても、上達し続けていくことができるんですが、大抵の人はね、結構難しいと思います。実際、我が猫さんは、10年アニメーターを続けていて、どうでしょう？正直に自分の心に問いかけてみてください。今、その活動って楽しめてますか？僕が想像するにですね、あくまでも僕だったらですよ、この状況は楽しめてないんじゃないのかなっていうふうに思うんですよね。なぜかっていうと、楽しめる人ってほっといても次にやりたいこととか身につけたいことを勝手に探して上手くなっていっちゃうからです。続けていても上手くなれた実感がない。そういう我が猫さんは、おそらくそこだけから判断しても今の仕事を楽しめていない可能性が高いと思いました。つまり、その現場に来るのが早すぎたと僕は思うんです。だから解決策はですね、本当に単純なことです。一旦ラスボスに挑むのはやめて、弱い敵でレベルを上げるのがいいって思うんですね。普通の会社に勤めながらでもいいですし、アルバイトをしながらでもいいです。一旦ね、絵と収入を切り離して、絵を趣味として楽しめる状況を作るのがいいのではないでしょうか。それでももしね、完全にやめるのが気が引けるのであれば、仕事のね、分量を半分以下に減らせるのであれば、それでもいいでしょうか。でもね、立場上そんなわがままは許されないかもしれないので、分量を減らすっていうのは現実的じゃないかもしれませんが、だとしたら誰かのアシスタントについて敵の倒し方を学んでみるのもいいかもしれません。ですが僕がおすすめするのはやっぱりいっそすっぱり絵と仕事を切り離してみるっていうことでしょうかね。とにかく一旦絵を描くのは義務的なことという環境を変えて、絵はやってもやらなくてもいいもの、絵は趣味と自分が思えるような分量にすること、これがね、重要です。階段を5段飛ばしで駆け上がろうとするのではなく、まずは最初の一歩目を着実に踏み出すことが重要だからです。僕の過去の失敗談。こんな風にアドバイスさせていただいている僕も、実はね、我が猫さんと全く同じ失敗をしたことがあるんです。このチャンネルを長く視聴されている皆さんは知ってる人もいるかもしれませんが、僕は数年間漫画を連載していたことがありました。漫画の連載が決まった時はね、もうめちゃくちゃテンション上がりました。よっしゃー、これで俺も漫画家だ、めちゃめちゃ面白い漫画描いて人気者になってやるぞみたいにね、モチベーション爆発させてました。ただね、実は僕、それまでずっと漫画を描いてきたわけじゃありませんでした。その連載が決まるちょっと前ぐらいに、よし、漫画を仕事にしよう、なぜなら漫画は儲かるからっていうね、短絡的な理由で漫画を描き始めて、それでなんとかかんとか形にしたっていう、そういう段階での連載だったんです。その結果どうなったかっていうと、一言で言うと、担当編集の言いなりです。いや別にね、担当さんも悪意があって僕のことを言いなりにしていたわけじゃありません。僕に実力がなさすぎて、結果的にそうなってしまったっていうのが実際のところです。ネームを出すじゃないですか。で、当然のようにボツを出されるわけですよ。で、それに対して改善案を提案するんだけど、やっぱり通らずにボツを出される。でね、見かねた編集さんが代案を出して、そこでね、自分の中から出せる引き出しがなくなってしまった僕は、それにちょっと乗っかってしまう。そういうことが何度か続いて、だんだんと思ってきちゃうわけです。俺がここで頑張ってもどうせボツ出されるんだろうな。なんか頑張る気力湧いてこないなって。もうね、そうなってしまったらドツボです。ただね、目の前の仕事をこなすだけに一生懸命になってしまうので、もう自発的にここをこうしようとか、この部分を上達させようとか、そういう元気がすっかりどこかに行ってしまうわけなんですよ。僕はね、そういう状況や自分の不甲斐なさ、手応えのなさが続くのが我慢できなくなってしまって、まだこの場所は自分には早かったって諦めをつけて、3年ほどで漫画の連載をやめさせていただきました。漫画を一旦やめてね、全てをリセットして、自分には今どういう能力が
があるのか、自分のこの能力ならどこが向いているのか、その能力をどうやったら伸ばしていけるのか、冷静に判断する時間を得ることができました。せっかく続けてきたのにっていう気持ちもあったんですが、それよりもこのまま続けていても成長はできないだろうなっていうのが自分でも分かったからです。その結果ね、チャレンジする業界を漫画からイラストに移して、そこで心機一転、ぐんぐんと成長していくことができるようになったんです。人によってはね、それって諦めただけじゃん、漫画から逃げただけじゃないのって思うかもしれませんが、時に僕はね、逃げも必要だと思うんですよ。特に絵とかの免許とか試験がない業界においては、自分に実力が足りてないのに場違いな場所に迷い込んでしまうことがあるんです。そのことに自分で気づかずにレベル違いのラスボスと永遠と戦って負け続けていても、それは経験値アップにはそんなに繋がりません。おそらくですが、我が猫さんも僕と同じような状況なんじゃないかと思うんです。このまま続けていてももっと上は目指せないかもしれないなって頭では分かっていつつも、今まで積み重ねた年月を無駄にするのを惜しんでしまって、ついついそのままダラダラと続けてしまう、そういう状況を投資の世界ではコンコルド効果なんて言ったりするそうです。そういう時のセオリーはね、早めに損切りしてしまうことなんだそうです。もし我が猫さんがコンコルド効果で二の足を踏んでいるのだとしたら、早めにその場は諦めをつけて、自分が新たに登り始められる一歩目の階段を探すことが重要だと僕は思います。絵を楽しんで引き出しを増やそうと、ここまで聞いて我が猫さんはこう思ったかもしれません。じゃあ結局諦めて自分は何をすればいいんだろうって。はい。プロを諦めて、あるいは分量を減らして、その先に何をすればいいのか。これはね、人によって様々だと思います。自分の能力を正確に、そして冷静に判断して、もし絵自体が向いていないのであれば、違う道を志すのもいいと思いますし、もしそれでも自分は絵で行きたいんだというのであれば、僕がね、やっぱり大事だなって思うのは、絵を描くことを心から楽しいと思える環境づくりだと思うんですよね。さっきも言ったように、絵は描かなきゃいけないもの、上手くならなきゃいけないものと思わせられてしまうプロの現場がまだ早かったんだとしたら、そこからとりあえずでも一旦退くことで絵の楽しさは取り戻せるかもしれません。あるいは僕のように漫画からイラストに転向することで楽しさを取り戻せる場合もあるでしょう。それはその人の性格や状況によって対応は変わると思います。とにもかくにも自分が前のめりになって楽しめる状況を自分の心に従って模索してみることが大事だと思います。なぜなら絵は、これは絵に限ったことじゃないかもしれません。全ての創作活動はなんだかんだで楽しんでいる時こそが一番上達するからです。逆に言うとね、苦しんでただ目の前のことをこなすだけになってしまっていたり、人が言うことの言いなりになってしまっている状況ではあんまり上達しにくいってことです。絵を楽しみながら上達させるコツは3つあると思います。1、自分ができることをやる。2、余裕があれば1つ新しいチャレンジをする。3、人に言われてじゃなく自分自身で工夫する。です。1の自分ができることをするっていうのは、文字通りあまり無理せずに今の自分の実力でできる範囲の絵を描くってことです。背伸びしまくってね、描けもしないのに建物をいっぱい描くぞとか、人物を10人描くぞとか、そういうちょっとこう無謀な絵を描こうとするんじゃなくて、キャラクター1人だけ、それもバストアップだけでいいから、そこだけを絶対に妥協なく魅力的に描くぞっていう風に、無理のない分量、無理のない範囲で描いた方が絵を純粋に楽しめるし、結果的には成功体験を得られてレベルアップにつながるよという話です。そして2つ目、余裕があれば1つだけ新しいチャレンジをしてください。基本的にはね、今言ったようにできることをやればいいんですが、ちょっとそれだけだと飽きてきたな、今回はいつもよりもやる気あるぞっていう時には、1個だけ新たな要素を入れてみるんです。描いたことのないアングルで描いてみるとか、いつもはバストアップだけど今回は全身の絵にチャレンジしてみようとか、背景は描いたことないんだけど今回はちょっとチャレンジしてみるかとか、そういうのを1個だけ入れてみるんです。間違ってもね、チャレンジしすぎはよくありません。たまにこれですね、お調子者の男子に多いんですが、俺は10個新しい要素取り入れてやるぜみたいな人よくいるんですが、これね、大抵失敗します。
結局ね、何もできずに、口先だけみたいになっちゃって、成功体験を何も得られないで終わってしまうんですよ。そうなってしまうと、周りの評価もそうかもしれませんが、何よりもね、自分で自分にがっかりしてしまいかねませんので、楽しんでやるチャレンジは、なるべく1個に絞った方がいいと思います。そして最後、3つ目のポイント。これ結構大事です。人に言われてじゃなく、自分自身で工夫する。これはね、僕のさっきの失敗談からもわかると思います。誰かの言いなりになっちゃダメ。別にね、たとえうまくいかなかったっていいんです。必ず正解の書き方をしなくても、自分で考えて、こうすればうまくいくんじゃないかな。こうやったら面白いんじゃないかな。って自分自身でいろいろと模索してみることが楽しむことにつながりますし、ひいてはいろいろな引き出しをね、増やしていくことにもつながっていくんです。皆さんも経験があるかもしれませんが、例えばゲームやるとき、今はすぐに攻略情報がネットにアップされちゃいますが、その攻略情報をね、最初から頼りにしすぎて、効率よくゲームを進めてっちゃうと、あれこれ遊んでるんじゃなくて、なんかいつの間にか作業してるみたいになっちゃってるっていうことありませんか？あれとね、同じです。でもね、ただただ正解のやり方を調べるだけじゃなく、間違ってもいいから自分なりに考えて、そしてこうじゃないかなってどんどんと試していってください。それが一番絵を楽しむコツだと僕は思います。今回ね、お答えした内容は、もしかしたら我が猫さんにとってはかなりストレートで結構きつい内容だったかもしれません。ですが、僕の経験を通して嘘偽りなく答えてみました。我が猫さんにとって良い未来にしていけるよう僕も応援しています。頑張って、そして何よりも楽しんでくださいね。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか？絵がなかなかうまくいかない。頑張ってるのになかなか上達できないというお悩みは、これは誰しもが感じることですし、チャレンジしていく上では避けられないことだと思います。そういう方の大半って今日お伝えしたように無自覚にではあるんですが、階段を1段2段3段飛ばしで進んでいこうとしてしまってつまずき続けている人っていうのがすごく多いです。そういう人にお伝えしたいのは、もどかしいかもしれませんが、階段を一段一段着実に登っていく方法です。もしね、もっと具体的に上手くなりたいポイントが知りたいという方はですね、こちらの動画、絵が上手くなりたいならこれをやめましょうをご覧ください。ついついやっちゃう絵が上手くならない習慣、やめた方がいい行動について改善案をご提案しています。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。